はい、こんにちは、梅野です。本日は桜を撮っていきたいと思います。はい、1枚目ここから撮っていきましょう。ここに大きい桜の木があって、でこっちにも桜の木があって2本あるんですけれども、ここを撮っていきます。で縦って撮っていくとちょっと上の方が入りきらなくなりますので、ここは少ししゃがんで上を見上げるようなアングルで撮っていきたいと思います。で一本一本やとちょっと今お花の数が少ないんですけれども、あっちの方が日陰になってますので、木の幹とかが隠れてくれることでこう一本の大きい桜に見えるような感じで撮っていきたいと思います。はい、カメラの設定していきます。ここは全体にピント合わせて撮っていきたいので F 値は18に設定しました。でシャッタースピードが25分の1秒出すために ISO 感度が100になっています。露出プラマイゼロのマルチパターン速攻を使って撮っていきましょう。はい、撮った写真がこんな感じになります。ピントの位置は手前の方のちょっと右側かなのところにピント合わせて撮っています。で下からのアングルから撮りましたので、上の明るいところまで入って上のハイライトと下のシャドウの部分と、段階的に明暗さが出て桜の花も立体感が出ているんじゃないかなと思います。で左側の桜の方は木の幹の部分がシャドウ部分で隠れてますので、右側の桜の木1本がこんなすごい大きい桜に見えるような、よく見るともちろん2本あるなってわかるんですけど、この写真をパッと見た時にすごい大きい桜やなと思うような写真を撮ることができたんじゃないかなと思います。それでは次撮っていきましょう。はい、次はここ撮っていきましょう。大きい鳥居がある場所でその周りに桜が咲いてて綺麗なのでここ撮っていきます。で正面に立つとちょっと後ろの、日陰の桜とかも入ってしまいますので、できたら明るい桜を綺麗に撮っていきたいので斜めの位置に構えて撮っていきます。でこう鳥居が入りまして、でしゃがむことで、だいたい24ミリでも上の方まで入るかと思います。で明るい桜があって、でここの手すりこれを斜めに入れることでちょっと写真に変化というかラインが入ってくれることでちょっと奥行き感を出すことができると思うのでここ入れていきます。で今光で反射してて、色も綺麗ですのでいい感じになると思います。で上のアングルに向けてで鳥居が桜に囲まれている感じを出しつつ、3分割の左上の交差点にこの上のちょっと空いてる空間を入れることで写真全体のバランスが取れて綺麗かと思うのでここから撮っていきましょう。はい、カメラを設定していきます。ここも全体的にピント合わせたいので F 値は18まで絞って撮っていきます。シャッタースピードは空の方を向けて撮るので50分の1秒ぐらい出てますので ISO 感度は100で OK です。露出プラマイゼロのマルチパターン速攻を使って撮っていきましょう。はい、撮った写真がこんな感じになります。ピントの位置は右側の方から出てきている花びらにピント合わせて撮っています。F 値18に設定してますので、手前の方の桜にピント合わせてるんですけれども、奥の方まで綺麗に全体的にピントが合った写真になったかと思います。で桜に囲まれている感じ、小鳥がチラ見せみたいな感じに映ってまして、3分割の左上の空間に青空が来るような配置で撮影しました。で下の部分の手すり、ここが斜めのラインになってますので写真に、奥行き感を感じるような状態になったかと思います。それでは次撮っていきましょう。はい、さっきよりちょっと登ってきた場所になるんですけれども、ここから撮っていきたいと思います。で先ほど撮ってた鳥居がそこにありまして、で向こうの方が駐車場で歩いてきて、でここの道を上がってきたところなんですけれども、
この道のラインっていうのを取りつつ、この鳥居と桜の花、これ全部入れて撮っていきたいと思います。で向こうから歩いてきて、こう行くっていうこの場所を撮るっていうのと、ここを通ってお寺に上がっていくんだなっていう、ちょっとストーリー性というか、そういうのを表現して撮っていきたいと思います。はい、カメラ設定していきます。F1 がちょっとずっと同じやつになってしまうんですけど、ここも全体的にピント合わせたいので F1 は18に設定しました。でシャッタースピードは明るい方向に向けて撮るので80分の1秒出てます。なので ISO 感度100で OK です。で桜の花がちょっと白寄りのピンクなので、手前のここの暗いところと向こうの明るいところ含めて撮ってしまうと、桜のお花が白飛びしてしまいますので、ここは露出をマイナス 0.7 に設定してマルチパターン速攻で撮っていきます。で普段やとハイライト重点速攻とか使うんですけど、ここでハイライト重点速攻を使うと、ここの道が完全に多分黒つぶれしてしまいますので、ここは露出補正の方で調整して撮っていきたいと思います。はい、そういった写真がこんな感じになります。ちょっと実際この境内の道を入れて撮った写真を採用するのか、境内の道はちょっと若干省いた感じの写真を採用するのか分かんないんですけど、ピントの位置は鳥居の柱の部分にピント合わせて撮っています。F 値は18を使って撮っていますので、手前から奥の方までピント上がった写真になっています。で向こうの駐車場の方から右に来て、で鳥居の下をくぐって、僕が今撮っている境内の方に向かっていくという、その道のラインを想像させるような写真を撮ることができたんじゃないでしょうか。で右手前の方は日陰になってまして、写真が締まった感じになります。で手前の方が暗いところがあることで、桜の明るさっていうのがより目立つような写真になったんじゃないかなと思います。それでは次撮っていきましょう。はい、次はここのピンクのお花を撮っていきましょう。後ろのところが白いこの石がありますので、そこを使って撮っていきたいと思います。でここはですね、望遠レンズを使って背景を思いっきりボケさせて撮っていくんですけれども、大きくすることで下のところが光が当たっているこの石の部分になって明るくなりまして、で上の部分は比較的暗い状態になりますので、画面の下の方を明るい空間で上の方を暗い空間にして撮っていきたいと思います。はい、カメラを設定していきます。ここは背景をボケさせて撮っていきたいのと、花びらのところ、そこはピントが合うようにしたいので F 値4に設定しました。 F 値 2.8 にするともっとボケるんですけど、桜の花びらの一部にしかピントが合わなくなってしまうので、ここはちょっと絞って4にしています。シャッタースピードは1250分の1秒出てますので ISO 感度は100で OK です。露出プラマイゼロのマルチパターン速攻を使って撮っていきましょう。はい、そういった写真がこんな感じになります。ピントの位置は桜のこの花粉がついているところ、そこにピントを合わせて撮っています。F 値は4に、しましたので、背景は綺麗にボケて、手前の方の花びらの方はしっかりピントが合っているかと思います。で、石碑みたいなやつの石の部分を使って撮りましたので、画面の方は白っぽくて明るくなってまして、桜の花があるところは背景が暗くなってますので、桜のピンク色が入るような写真にしつつ、明るい下のラインも入れて、なんていうかな、バランスを取ったような写真になっています。で太陽の光が、左斜め上から降りてきてますので、花びらの中にも光が当たっているところと日陰の部分とできましたので、シンプルな写真なんですけれども、花びらの立体感っていうのも表現できたんじゃないかなと思います。それでは次撮っていきましょう。はい、最後はちょっと儚げな感じで撮って終わりたいと思います。
ここに、幹の途中から生えているで咲いている桜がありますので、ここを取っていきたいと思います。で背景、もちろんここの木のところは暗いですし、背景も暗いところなので、ここだけがこうライトアップされたような感じの写真を撮っていきたいと思います。なので、F 値は若干低めにしつつ、背景とかもわからないようにして、でここの桜の花が結構明るいと思いますので、ハイライト重点速光を使うことで、ここの桜の花びらのところが、適正露出になりますので、他のシャドウの部分っていうのは全部真っ暗になってしまうと思うので、この桜の花だけがライトアップされた写真が撮れると思います。それを、今から撮っていきましょう。はい、カメラの設定していきます。背景はボケさせつつ、花びらのところはピントを合わせていきたいので、 F 値は5に絞って撮っていきます。シャッタースピードは1000分の1秒出てますので、ISO感度は100で OK です。で露出はプラマイ0にして、ハイライト重点速光を使うことで、桜の花びら以外は真っ暗にするような写真を撮って、ライトアップされたような雰囲気の写真を撮っていきましょう。はい、といった写真がこんな感じになります。桜の花びらをだいたい真ん中付近に配置して、で左側の方にちょっと寄せて撮っています。でピントの位置はど真ん中の花びらのところにピント合わせて撮っています。ハイライト重点速光を使ったことで、一番明るい桜の花びらが適正露出になりましたので、それよりも暗い部分っていうのはより真っ暗になってしまいますので、こういった感じでライトアップされたような写真を撮ることができました。光の向きは順光になってましたので、だいたい上からこう光が当たっている感じを表現できたんじゃないかなと思います。で桜が咲いているところは華やかな場所なんですけれども、ちょっと角度を変えたりとか露出を変えることで、雰囲気の違うこういった感じの写真も撮ることができるので、ぜひ機会があれば撮ってみてください。はい、今回は桜の写真を撮りに来ておりました。カメラを買ったばっかりの方やと、背景をぼかした写真を、撮りがちというか、楽しいんでそれの写真を撮ってしまうんですけれども、背景がボケている写真だけ撮っていくとどうしてもワンパターンになりやすいのと、写真のこの腕っていうのが上がりにくくなるかなと思いますので、背景がボケた写真とパンフォーカスの写真を交互に撮っていってあげると、ワンパターンにならずに、あとどういう写真を撮るかっていう考える力も作るかと思いますので、そういうパンフォーカスと背景がボケた写真交互に撮るように、楽しんでみてください。それではまた次の動画でお会いしましょう。さようなら。Silent whispers in the wind as the sun begins to descend. Colors painted in the sky, a peaceful scene I can't deny. Gently playing on the keys, this melody will set you free. A soothing voice, soft and clear, embracing all that we hold dear. Let the music take you